では、カウンターシェイプとは何かと言いますと、簡単に言うと、見せたい部分や絵の構成を引き立てるために、イラスト全体の流れとぶつかる方向に配置するもののことなんですよね。例えば、こんな感じで全体の流れに合わせて物を配置すると、安定感が出て、これはこれでいいのですが、アクションラインの流れに対して、こんな感じでカウンターシェイプを取り入れると、視線を引きつける効果があり、イラスト的な絵の魅力をぐっと上げることができちゃうんですよね。はい、どうも皆さん、こんにちは、ひでチャンネルです。今回は簡単クロッキープラスワン、もっと絵を注目させるための裏技、カウンターシェイプとは何か実践編ということでやっていきたいと思います。前回の動画ではカウンターシェイプとはどういうものなのかについてお話ししてまいりましたが、今回は具体的にカウンターシェイプがあるポーズを描いていきたいと思います。カウンターシェイプを知っていれば、より魅力的なポーズを考える材料として役に立つと思いますので、ポーズを考えるのが苦手な人、ポーズのバリエーションを増やしたいと思っている人はぜひ最後までご覧ください。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは、平日毎朝お絵描き講習もやっております。イラスト添削も受け付けておりますので、もっと絵が上手くなりたい人は概要欄のリンクもチェックしてみてください。僕の仕事経歴も概要欄のリンクからご覧いただけます。興味があれば覗いてみてください。それではやっていきましょう。ということで、まずは体の軸となる S 字のラインの流れを書いて、腰の傾き、足の流れ、頭の大きさのあたりを取っておきます。よくあるポーズの軸だと思いますが、この軸の流れに対してこんな感じでカウンターシェイプを入れて、これを元にポーズを書いてみましょう。まずは全身をシンプルな立体に置き換えて書いていきます。いきなり細かいディテールを追って書き始めると、視野が狭くなってしまい、細かい部分は書けているけど、全体として見ると流れに統一感がないちぐはぐな絵になってしまいがちです。ですので、初心者のうちは軸の流れに合わせて単純な立体で土台を描いておくのがいいと思います。メインの軸に合わせた素体が描けたら、カウンターシェイプの流れを使って絵を描いていきます。カウンターシェイプはメインの流れに対して垂直に交わるものなら何でもいいと思うのですが、今回は手をうまく利用したポーズを参考に絵を描いていきます。こんな感じで素体が描き上がりました。あとはこれに合わせて顔や髪型、服装などの細かい部分を描き込んでいきます。ディテールを書き込むときは素体の表面の上に1枚布をかぶせる感じで、ディテールのアウトラインが素体のアウトラインからあまり膨らみすぎないよう注意しながら書いていきます。特に頭の素体は僕の場合髪の下にある頭皮のアウトラインとして書いているので、髪の毛が頭皮と離れすぎないように気をつけて書きます。服を描くときも表面のディテールに気を取られすぎず、服の下の素体を意識しながら書いていきます。着ているものの素材に合わせて素体との距離やシワの入れ方を変えて描くといいと思います。ということで、こんな感じに描けましたね。全体としては三角形の安定した構図なんですけど、メインの流れに対してカウンターシェイプがクロスしている部分がアクセントとなって視線を集めやすくなっているのではないでしょうか。それでは他のポーズの場合も見ていきましょう。例えばメインのアクションラインをこんな感じで描いた場合、腕の流れをこんな風に入れてあげるとカウンターシェイプとして有効的に作用するのではないでしょうか。こちら早回しで見ていきましょう。先ほどと同様に最初に素体を単純な形の立体で描いておいてから、その素体を下敷きにして上から皮膚や布をかぶせる感覚でディテールを描き込んでいきます。腕の流れがおかしかったので最後に修正して完成です。いかがでしょうか。こちらのポーズも大胆に沿ったメインの流れに対して腕の流れが垂直に近い形で交わるようにカウンターシェイプを描いていますね。続いてはこんな感じのポーズを描いてみましょう。こちらは最初に描いたものと同じような立ちポーズとなってきますが、こちらどのようにカウンターシェイプが入ってくるのでしょうか。皆さんも一緒に考えてみてください。いかがでしょうか。
一見すると体のメインの流れに対して垂直に交わる線がないように見えますが、最初に書いた軸を重ねて見てみると、左腕の流れと腰の流れが右手の先と合わせて一連の流れを作っているため、カウンターシェイプとして考えられるのではないでしょうか。言われてみるとこちらの絵、顔周りよりもメインの流れとカウンターシェイプがクロスする腰回りに視線が行くような気がするのではないでしょうか。もう一つ、こんな軸の流れのポーズを書いてみたいと思います。カウンターシェイプはどちらかというと、スポーツや格闘技など動きのあるポーズの時に有効な気がするんですよね。こちらのポーズですが、大きく見ると逆三角形のシルエットで動きのある絵になっているのですが、立っている足の軸の流れに対して蹴り出そうとしている足から頭までの流れが垂直に書かれていますね。こうすることで蹴り出す足の膝の部分がより強調されて見えるのではないでしょうか。他にもカウンターシェイプを使った構図の絵はいろいろありますが、中でも多いのはファンタジー要素の強いゲームなどのイラストではないでしょうか。魔法の杖などキャラクターが持っている武器は特に難しいポーズを考えなくてもカウンターシェイプとして簡単に配置できると思います。こちら小道具を使ったオーソドックスなポーズの例ですね。体のメインの流れに対して長い杖のようなものがカウンターシェイプとなっているのがわかると思います。続けて同じように小道具を使ったカウンターシェイプの例を書いてみましょう。こちらも先ほどと同じようにメインの上半身の体の流れに対してカウンターシェイプとして刀の流れが入っているのがわかると思います。続いてはこんなポーズ。こちらただかがんでいるだけのポーズのような感じになってしまうんですが、こちらのポーズにカウンターシェイプとして刀を付け加えてあげることでポーズにメリハリが出るのではないでしょうか。もう少しポーズを書いてみましょう。続いてはこんなポーズ。両足を大きく開いた三角形型の安定したポーズなんですが、こちらもカウンターシェイプを加えることでより動きのあるポーズになると思います。最後にもう一つ書いてみましょう。こちらよくあるポーズですよね。大きく体をのけぞらせているポーズなのですが、カウンターシェイプを顔の前に持ってきて、メインの流れとクロスさせることで顔により注目が集まるようになっているんじゃないかと思います。いかがでしたでしょうか？今回はカウンターシェイプを実践的に使うためのポーズをいくつかご紹介させていただきました。今回の動画も皆さんが絵を描くときの一つの参考にしていただければと思います。ここで大切なお知らせ。実はこのチャンネル登録をしていない人の視聴時間が 59%、チャンネル登録をしていない人の視聴回数が308万回もあります。チャンネル登録をしておくともっと絵が上手くなるための有益な情報がいち早く受け取れますので、今回の内容が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価の方もお願いします。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎日ライブ配信でお絵描き講習やイラスト添削をやっております。もっと絵が上手くなりたい人やお絵描き仲間が欲しい人は概要欄のリンクからどうぞ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。